やはり貴様か。なぜ逃げなかった？ティファがあの船にいる限り俺は逃げない。お前には無理だ。彼女の苦しみを取り除くなど。みんなでティファを追いかけまして、もうほっといてやれよ。ティファはそんな力望んじゃいない。囚われの姫君をお迎えに上がりました。俺はティファを愛しています。殺したいほど。どこへ行く？決まってんだろ。船に戻るんだ。キャプテン、ここにいたんですか？大変です。ティファか？容体が急変しました。なんだって？原因は分からんが、神経組織の崩壊が始まっている。このままだともって1週間。そんな！それなりの設備があればなんとかなるんだが、そんな場所がどこにある？いや、ある。アルタネイティブのラボをまた襲うんですか？簡単に言ってくれちゃうね。なあ、私はよく事情を知らないので。作戦は一刻を争う。攻撃目標はアルタネイティブ社ラボの医療施設。ここを無傷で確保したい。ちょっとたんまだよ、ジャミルさん。そのお仕事を引き受けるかどうかまだ答えちゃいないぜ。報酬は十分に出す。おーし、乗った。勝手に乗ってな。ラボには一度奇襲をかけてるんだ。奴らは前以上にガードを固めてるだろう。そこへホイホイ乗り込んでいくなんてちょっとお人よしすぎるんじゃないの？危険は承知している。だが行かなければあの女の子が死んでしまうでしょ。けどそれがわからないんだよね。その疑問は私たちにもあります。私たちは常にキャプテンを信じて行動しています。ですが今回は腑に落ちない点が多すぎます。どうしてキャプテンはあのティファーディールという少女に固執するのですか？私たちが命を張るだけの価値があの少女にはあるのですか？愛だなんて言わないでよ。ま、答えによっちゃこのお仕事はキャンセルだな。
おうよ、俺もだぜ。そうやってすぐ人の影響を受けるんだから。うるせえよ。悪い知らせだ、ジャミル。まさか。そのまさかだ。病状は加速度的に進行している。このままじゃ1週間どころか2日ともた。分かった。15年前だ。15年前、俺は連邦の兵士として戦争に参加した。モビルスーツガンダムのパイロットとして。ガンダムのパイロット。あの悲劇は俺が引き起こしたんだ。かつて戦争があった。一つのコロニーの独立運動に端を発した紛争が地球とコロニーの全面戦争という最悪の事態となったのだ。戦争が膠着状態となって8ヶ月、コロニー側は戦争外交の賭けに出た。地球に甚大な被害を及ぼすコロニー落とし作戦を切り札として地球側に降伏を迫ったのだ。これに対して地球も極秘に開発していた決戦兵器モビルスーツガンダムを導入。徹底抗戦の構えを取った。そのガンダム GX9900 に乗っていたのが15年前の私だった。コロニー迎撃作戦に導入された無人のビットモビルスーツをコントロールするには私のようなニュータイプが必要だったのだ。だがこの一撃が人類史上最大の悲劇を招く引き金となった。勝利を焦った革命軍は作戦を強行。連邦軍も一歩も退くことなくこれに応戦。戦いは泥沼となり、ついにはそれからあとは知っての通りだ。戦争は激化し全てが滅んだ。俺たちニュータイプは戦争の道具として駆り出され、その多くは死んでいった。前の戦争で特殊能力を持った兵士がいたという噂は本当だったのですね。キャプテンは今もその力を。いや、無理に使おうとすればひどい苦痛を味わうだけだ。そっか、ティファって子そのニュータイプとかいうもんだったんですね。その可能性は十分にある。だからこの手で守ってやりたい。ティファだけではない。もしも他に同じ力を持つ者がいたら、どんな犠牲を払ってでも守り抜く。これが私がティファ・アディールにこだわり続ける理由だ。これで満足か？はい。キャプテン、変わります。すまん。難しい話はよくわかんないけど、私も OK だな。感謝する。悪いが俺は抜け。俺もやめさせてもらう。嫌なんだよね、そういう思想がかってるの。俺も気に入らねえ。話が重たすぎら。そう言うだろうと思っていた。
無理には引き止めん。今日までの報酬は契約通り支払う。じゃこれにておさらばだな。荷物まとめようぜ。あ、そうしよこれだからフリーの人間はね。あなたはどうするの？私は助けていただいた恩がありますので、ぜひ協力させてください。よかった。でもどうします？キャプテン。2人が抜けてはどうにも力不足です。何のつもりだてめえ。う。連れて逃げてっつんなら他あたりな。そうじゃない。ジャミルと一緒に戦ってほしいんだ。なるほど。てめえブリッジの話聞いてたんだな。子供の相手してる暇ないの。おい待ってくれよ。どかねえと痛い目見るぜ。頼むからみんなと一緒に。しつけえんだよ。頼む。うるせえ。痛い目見るって言ったはずだぜ。頼んだ。俺がバカだったよ。嫌な目で見やがって。け身の程知らずかよ。身の程知らずか。ガキん時はみんなそうだろう。自分にできることと自分のやりたいことの区別がない。たった一人で世界すら変えられる気もすれば、ちっぽけな自分に苛立つ時もある。それがガキの頃ってやつさ。やけに肩持つじゃねえか。まさか大人は付き合いきれないって意味だよ。ふん。それにしてもあの野郎嫌な目だったぜ。さらば少年よなんてね。読書の邪魔をせんでもらいたいな。外にいる。用が済んだら呼べ。ティファ、ごめんな。俺がバカだったからこんなことになっちまって。俺誤解してたんだ。あのジャミルって人をてっきり悪いやつだとばっかり思ってたんだ。でも本当は全然違ってた。俺なんかよりずっとティファのことを大切に思ってた。なんだか俺自分が情けなくなっちまって。見舞いはそれくらいにしろ。人が来るぞ。また来るから死ぬなよ。絶対死ぬなよ。また来るか。この次まで持てばいいが。赤いバルチャーサインは協力要請を意味する。戦力を欠いたジャミルは同じバルチャー仲間に応援を要請したのだ。久しぶりだなジャミル。ロッソ・アラマント、よろしく頼みます。手伝ってやるからおだちん弾めよ。ジャミルさんには借りがありますからね。この時を待っていたんです。そう言ってくれると助かる。グリーツ・ジョー。
相変わらず一人みたいね。この仕事がうまくいったらどう？私と組まない？個人的に考えておく。ローザ・インテンソ。嘘のうまさも変わってないか。まあいいわ。大したもんだ、うちのキャプテンは。人徳ってやつよ。これだけのバルチャーが揃えばなんとかなりそうですね、キャプテン。ではミーティングを始める。まずは二手に分かれて艦砲射撃を開始する。その5分後に全モビルスーツを出撃させ、ラボの正面にて合流。一気に突入を試みる。なるほど。2方向から攻め込むと見せかけて相手の戦力を分散させるのね。そうだ。艦砲射撃はラボの施設の手前に着弾するよう徹底する。ただし陽動作戦であると悟られぬよう注意が必要だ。奴らは正面から来ます。間違いないのか？私たちの力をお疑いですか？いや、当然です。でもいずれわかりますよ。GX を出すのか？そうだ。ティファの容体は一刻を争う。月の出る時刻と同時に作戦を開始。サテライトキャノンで一気に蹴りをつける。でもパイロットはあのガロードっていう子？いや、私が出る。なるほど。月の力を借りる気か。何を言っている？人手を少しお借りしたい。奴らの裏をかきます。分かったよ、兄さん。月の出沼に奴らを叩く。あっちのモビルアーマーはやらんでいいのか？自分でやるんだとさ。あ、そう。手間がかからなくていいやな。よし、OK だ。あとはチーフに任せよう。何やってんだよ、お前。なんだ、ガキンチョか。あっちへ行ってろよ、クソガキ。何すんだよ。いたー！この野郎やりやがったな！クソガキ！なんだクソガキがってねえだろうがよ。だとこの野郎！チーフ！やろめ！ああ、痛い痛い痛い！誰かと思ったらあんたがガンダム坊やか。ガキに坊や呼ばわりされる覚えはねえぞ。うるせえバーカ。口の利き方に気をつけろ。こちらは俺たちメカニックの総責任者、きっとサルサミル様だぞ。どうも天才少年です。何の騒ぎだ。いやジャミル、こいつを見なよ。貴様。頼む、俺にガンダムを貸してくれ。ティファのため、いやティファたちのために俺も戦いたいんだ。貴様。さっきの話聞いてたんだ。 GX には私が乗る。ひょっとして治ったのかジャミル。コックピット恐怖症が。あ、ごめん。コックピット
恐怖症？言うな。戦争の後遺症だ。そうだったのか。だったらなおさら。なんだ。何？見るがいい。ガンダムアシュタロンの真の姿を。あれもガンダムだったのか。ティワ。麗しの姫君よ、お助けいたします。やめろ！絶対安静なんだぞ！前方にモビルスーツ部隊を発見。うまくいったよ、兄さん。さすがは私の弟だ。さて、あとは連中の始末だけか。やばいぞ。黄昏時か。死ぬにはふさわしい時間かもしれないね。月を見ぬまま地獄に落ちろ。フリーデンは謎のフロスト兄弟の猛攻を受け窮地に陥った。さらにフォンのバルチャー殲滅作戦がモビルアーマーグランディーネの砲撃を連続させる。ジャミルはガロードとティワの力を借りて一か八かの賭けに出た。There's a flame that burns in me. I need a way to set it free. When you find love in your heart, the human touch, you can believe from the start. From the start, dreams they come true. All comes to you. Oh, all at once. 引き金はお前が引け。